雰囲気ですよね、人柄というか。やっぱりね、そういう人声かけてくれるんだったらやっぱ嬉しいしとかいうのあるんかな思うし。ありがとうございます。450。綺麗に揚げた衝撃の厚みの衝撃の厚み。結構でびっくりしました。何食べたんですか？僕はとんかつ定食ですね。とんかつ定食。のダブルです。ああ。2枚に。食べきれました？いや、半分あげました。でもこれ食べれますよ。食べれます。食べれます。もともとは僕が食べたいって来たんですよ。あ、ここのとんかつが美味しいけん。すごいですよね。そうなんですよ。うまい。僕は、はい噛んだ時に柔らかいんで好噛んできですね。大体パサパサしそうじゃないですか。あ、そうなんだ。あんだけ厚みがあったら。でも美味しいですよ。でももう長いね、大好きそうね。ね。で僕が来たら大概閉まったんですよ。でも僕タイミングが悪くて遅いんですか？遅い時間じゃなしに休みの日にあ、そうかそうか。来てしまう。わざと来るよね。何回今日来るのに何回来たかな。何回をでその日を狙ってくるんです。そうでいつもやる休んじゃったけん安いとこ行こうやらねみたいな。そういうやつ。そういうやつですか。ある意味困るよね。メディアがあまりにも先行しすぎて。知らない間に急に。私はもう、で一番困るのがやっぱり地元の人とのコミュニケーションを取る場だったのに、いろんな人があんまり来たら地元の人が入れんくなるっていうのが一番。コミュニケーションがうちもモットーだったのが結局話ができんっていう。まあ忙しくて。そう。カープの選手も好きだけど、チームはヤクルト。そうですね。だけど表もつば九郎多分おったと思う。ありましたありました。そう、ああいう感じ。バットも飾ってました、ちっちゃい。そう、なんみたいなね感じですよね。みんなって思われる。思いますよね、思いますよね。夜はいろんな球団のファンの人がみんな集まって野球談義しながらテレビ見ながらツッコミ入れて、そんな感じで楽しんでます。使わせてもらってるんで、すごいですね。これを注文を受けてから切ります。あ、そうだからちょっとお時間いただくんで。なるほどなるほど。だいたい多い日で4本ぐらい出るし、少ない日でも2本以上出るんで。すごいです。いや、よくわかんないです自分自身そんな美味しいかなと思うんですけど。いやさっきもおっしゃってました、美味しい。わからない、もう自分ので何グラムですかって言われてもそれすらも自分の目分量でいくんで、切った感覚で自分の持った重さでいくんで、きっちりよそみたいに200グラムですとか300グラムですとかいう測りはないんで。でその丸太のこの大きさにもよるんで、そうそれで同じじゃないですもんね。あとはもうそれで自分の中でもう勝手に計算して、本当にこういう感じなんで、こんな感じですね。これはい。がシングルってことですか？
ですね。そうです、シングルですこれがシングルで、ダブルはこれが2枚になります。こんな感じです。すごい。どうぞ。います。トーストショーベット。これ何分ぐらい揚げたりするんですか？もう自分の目へと感覚だけですね。あとは自分が温度調整してっていう感じなんで。分厚いから時間かかりそうですけど。と思いきやの15分もかからずに上がるよね。だいたいそれぐらいで上がるね。その場で切って初めて切るパターンなんで、だからもう切って置いとくのが嫌なんです。いかに空気に触れささないかっていう肉をでもこれまでたどり着くまでには結構大変だったし、もう全然お客さんもね、本当にランチ始めた頃なんか1食2食ランチが出たら、ああ出たねみたいな。今はもう12時前にランチ売り切れちゃうんで、お弁当とかがあった時は50枚以上あげる時がある。お弁当も同じ大きさのやつですか？同じ大きさです。すごい。でカツカレーもカツ丼も同じ太さのものが出ます。まあどっちかというと面倒くさがりっていうやつ細くしたり太くしたりするのが大変で同じのっていうあんまりねこだわってない店なんで、皆さんねやっぱり私はもう自分の家庭でっていう感覚なんで、はい、家庭料理をみんなで食べてもらうっていう感覚なんで、大衆食堂なんで、だから単身赴任で来られた人とかそういう人たちが喜んでもらえれば、だから全然おしゃれ感もないし、みんなも夕方になったらお帰りですし、ほとんどお帰りお休みで帰っていくっていう、もうそういう店なんで、みんなからお母ちゃんってみんな呼ぶし、でそれぞれが地元今年で51周年なんですよ。51周年、50周年で一番古い人がもう保育園の頃から来てたいう人がいますね。私が2代目なんで、おばあちゃんがやってたんで、まあ50ぐらいの子がもうみんな来てましたみたいな。隣がデパートで、今駐車場なんですけど、デパートで観覧車とかあっても憩いの場だったらしくって、昭和47年なんで始めたのが、その頃はもうすごい賑やかだったんで、呉の街が。その頃の子たちが今ここで一杯飲んだりとかはい、ありがとう。ちょうだい。はい。できるかもしれない。マジで？次回はダブルで。はい、900円なりて。地元じゃないんでここ。そうなんですね。嫁に岡山から来てるんで。岡山からこっち。だから姑の店を継いだっていう。じゃあさっきお父さん。そう、あれが社長で。社長で。とついてきた。はい、パートです。単なるパートなんですけど。今一緒にいるのが娘で、もう家族経営なんで、もう全く誰も雇ってない状況。でもう少ししたら孫たちが帰ってきだすんで、そうなると孫たちと今度遊んでくれる子たちがおじさんおばさんとか単身の方でやっぱりね子供さん置いてきとってだから、うちの子らが宿題しょんの見たら何年生こんなことするんかとか、やっぱりそれも楽しみにしようっていう人もいるし、そういう人もね、やっぱりねみんなね可愛がってくれるよね。いいですね。そうやっぱりね自分も経験あるけど食べれないんですよね。どっちかが食べれないっていう状況で、だからいつも言うのがちょっと時間ずらしてきてねって言うんですよ。そしたら私が空いてたら別に赤ちゃん抱っこしとってあげるよみたいな。お母さんはゆっくりご飯食べれるんで、そんなお店ないですよね。楽ですみたいなね。コロナでも本当に店閉めんといけんねっていうところ、ただデリバリーとかそういうのはいいですよみたいな感じでやったんですけど、でやっと定着してる感じですよね。で一番ウォルトとか出てるのがあれが嫌いで、すいませんほんまに天の弱いうんか、もう私
徹底的に人に触られるのが嫌なんで、うちは自分で配達。あ、自分でそう主人が行くんですね。はい配達に注文を受けて配達行ってます。お客さんとの会話に一番ヒントはあるし、何でも何が欲しいんかなこの人、何を求めてるのかなお客さんしかわからんしね。こっちが仕掛けたところで向こうがねこういうものっていうニーズがあるわけだから、それにどこまで応えれるかを